皆さん、K-POP の韓国人、ミサイルの北朝鮮を見ると何を思いますか？僕は同じ朝鮮民族なのになぜ70年以上も別れたままなんだろうって思います。そしてこの分断は、キム・イルソンのせいですが、世界全体が動いた瞬間のうねりの中でも始まったんです。1945年、自由を手に入れたはずの朝鮮は、一夜にして引き裂かれた、人生を共にしてきた家族が敵と味方に分かれた、その運命の線が38度線ですね。では、なぜ解放の喜びが分断の悲劇に変わってしまったのか、今日は朝鮮戦争を戦前、戦中、戦後に分けて解説していきます。まず戦前、1945年8月15日、真夏の太陽が焼けるように眩しい午後、世界二次大戦は終了されており、朝鮮はその日解放されました。半島は希望に包まれます。朝鮮という国を一からやり直せるんだと。しかし、その喜びはわずか数日で絶望に変わります。アメリカとソ連が地図の上に一本の線、これが有名な38度線を引いたのですね。その線を境に北はソ連、南はアメリカの管理の元になりました。まるで解体される機械のように一つの国が音を立てて二つに割れたんですね。政治家以外でその線を望んできた人は少なかったでしょう。でも現実は冷たく進む。鉄の靴音が北からも南からも響き、半島に新しい支配者が現れました。その背景にはですね、1943年の回廊宣言があります。適切な方法で朝鮮を自由独立させる朝鮮人にとっては命を懸けた希望の宣言でした。けれどですね、ここで適切な方法でという一言が全てを狂わせました。朝鮮人に任せるではなかったのです。適切な方法ということです。1945年12月、モスクワ三国外相会談、モスクワの寒い会議室でアメリカ、英国、ソ連の外相たちはこう決めました。朝鮮は独立を準備する間、5年間の信託統治とするということです。そう、適切な方法というのは信託統治だったんですね。人々は叫んだんですね。外国の支配が来たのかと。南ではキム・グーという人やキム・ギュー・シクという人がいて、彼らは反択を掲げて、北では共産勢力が三択を言って人民委員会を構成したんですね。そして1947年、アメリカとソ連の共同委員会は崩壊して、アメリカは朝鮮の問題を国連に持ち込みます。朝鮮と南と北を合わせて総選挙をしようということです。ソ連は激怒して北側に国連が入ってくるを止めました。結果、南だけでの選挙が強行され、1948年8月15日に大韓民国という国が誕生しました。わずか3週間後、北もまたキム・イルソンを首相とする朝鮮民主主義人民共和国の成立を宣言します。8月の熱気が冷めぬうちに半島の空は再び曇り始めました。建国を夢見て始まった1945年の歓喜はわずか3年で兄弟が銃を向け合う現実に変わりました。半島は熱く危うく燃えながら確実に戦争へ滑り落ちていきました。そして二つ目の話、戦中の話です。1950年の6月25日、深夜3時半頃、ソウルの空はまだ薄暗く、梅雨の匂いが漂っていました。鳥の鳴き声とともに、遠くから地鳴りのような轟音が響きました。北の戦車部隊が38度線を越えたのです。数十万の兵士とともにです。これが朝鮮戦争の始まりです。家族が目を覚ますと家の窓ガラスを割れていた。母が叫び、子供は抱き、父は軍服を取り出した。その数時間後は北の兵士と南の兵士、かつて同じ机で学んでいた青年たちが互いに銃を向け合っていました。北朝鮮のキム・イルソンはスターリンと毛沢東から黙認を得ていた。彼は信じていました。3日で半島を統一できると、総連製の T34 戦車、砲弾、そして中国兵士の支援。わずか3日でソウルは陥落し、炎に包まれた街には国旗が2つ風に焼かれながら揺れていました。南側の人々は逃げました。おばあちゃんが荷物台を押し、赤ん坊を背負う若い母が涙を噛む。釜山までは遠いけど、でも生きるしかないと。地平線には黒い煙が立ち上り、空からは焦げた紙が降ってきた。それでも兵士たちはナクトンガンというところの線を刺繍した。釜山の京都砲、それ最後の一角でしたね。そこにですね、例のマッカーサーが現れます。1950年9月15日、
インチョン上陸作戦という有名な作戦があります。朝焼けの海が切り裂くように、世界のいろんな国からの軍隊が動き始めました。豪雨の炎の中、兵士たちは血にまみれた上陸し、数週間でソウルを奪還しました。国連の旗と韓国の旗が並んで挙げられたその瞬間、生き延びたと人々は泣きました。マッカーサーはですね、北へと進撃を続けました。勝利も続き、ついに朝鮮統一が目の前まで来ます。でも、それを見た中国は黙っていなかった。共産主義の仲間だった北朝鮮が消滅するのはよろしくないと、10月、中国が動きました。結果、無数の人民支援軍が雪の山を越えてきます。彼らの叫びが凍りついた空気を裂き、韓国軍を倒す影のように兵士たちは進む。人々は再び避難し、子供たちは寒さで声も出せなくなった。戦魚はですね、38度線付近で膠着しました。地と荘園の中で兵士は名前を失っていきました。敵も味方も同じ言語でお母さんと叫びながら死んでいた。死者はですね、両方合わせて300万人以上と言われています。そしてついに1953年の7月27日、パンムンジョムというところがあります。朝の霧の中、無言のままで交わされた調印。そう。朝鮮戦争はそれを境に休戦したのです。終わらなかった。ただ止まっただけでした。境界線の両側、わずか幅 2km ずつの非武装地帯 DMZ、そこに草は生えましたが、人は二度と戻りませんでした。そして戦後の話、戦争は止まったんですが、止まらなかったですね。1953年のパンモンジョン、休戦の証明が終わると、兵士たちは銃を下ろし、ただ黙って空を見上げました。空には黒い煙と焦げた匂いがありましたね。戦争は止まったんです。同じ場所の中から南も北も立ち上がろうとした。だから歩き出した方向はまるで正反対ですね。北はですね、キム・イルソンは主権思想を掲げました。自力で向上するとか、外国に頼らぬ国家を作る。それは同時に閉じた間の始まりでありました。街のスピーカーからは一日中将軍の賛歌が流れ、教室では、キム・イルソンは太陽と教えられる。やがて彼の肖像画は家の中央にかけられ、人々は朝に頭を下げ、夜には祈ります。ソ連と中国の援助で復旧を遂げ、1960年代にはですよ、南国、韓国より北朝鮮が豊かな時期もありました。ですが、それは長く続きませんでした。70年代、工業の設備は古くなって鎖国と独裁が国を締め付け、90年代にはソ連が崩壊するとともに支援が切られる。冷たい風の中、配給の列に並ぶ人々の顔、ほっぺがあえて焦げていた。食べれず苦労していた。北の夜はいつの間にか闇に沈む国になりました。一方、南の韓国、同じ焦げた国道から始まったはずの国が、まるで火のように動き出しました。強引な経済発展政策、そして反岸の奇跡、鉄の工場から白い蒸気が立ち上がり、ソウルの街にはネオンが光る。働く人の顔には汗が光り、誰もが前だけを見ていた。確かに軍事政権と民主主義で激しい戦いはありました。でも、激動の民主化運動を経て、韓国は GDP 基準では世界で15位程度まで這い上がります。同じ民族、同じ言葉ですが、片方は光に包まれ、片方は闇に落ちます。あの日、一本の線で分かれた二つの国。70年経った今も、その線は光と闇を分き続けています。最後に伝えたい話があります。このブンダの物語はですね、キム・イルソンが起こしたものです。でもその瞬間、世界全体が動いたうねりの影響も受けていました。アメリカ、ソ連、中国、そして世界各国、様々な力が重なり合い、引き裂かれた半島の上に立つ風潮は、ただの過去の話ではありません。僕らが今生きている現在の縮図かもしれません。戦車は止まったんですけれども、今の戦場は経済の中にあるのではないかと思います。技術とか通貨とか情報で弱い国は簡単に飲み込まれるんじゃないかなと思うんですよね。そしてそれは国だけじゃなくてですね、人も同じかもしれません。他人の力とか会社の力などに流されて、いつの間にか自分の人生の飲み込まれている可能性があると思うんですよ。僕は流されたくなく、国が、会社が、時代がどう動こうと
自分の意思で立てる人間でありたいなというふうに思いました。皆さんはこの物語を見て何を感じ、何を思いましたか？コメントであなたの考えを聞かせてください。本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。はい、パクンでした。アンニョン